日清サラダ油。日興証券ジョンソンとご覧の各社の提供でお送りします。熱い風のように走り去ったのは誰だ。クオリティバランスシグマ。ギャラン300万台生産達成を記念してイグゼ新登場。ときめき Feeling 愛して Dreaming あなたに夢中さ Lady Lady Moving 踊って Jamming 揺らめき Calling 素敵な Lady Come on listen 中古バンドは日興証券。踊りの建築家、コリオグラファー、ダナ・ランダー。ノーライバル。彼は言った。走ってる男のミラージュ。Sparkling now, Carl Plaza。第1回名古屋シティマラソン瑞穂陸上競技場には1万人を超える出場者、参加者、それから家族の人々、応援の人々が集まりました。人間にとりまして第一の財産は健康であると申します。あるいはまた健康を保つのは人間第一の義務だとも言われているわけなんですが、名古屋をはじめ東海地方、さらには関東、関西、九州の方々、家族ぐるみでここ瑞穂に集まりまして、一緒に楽しく走ろう、あるいは歩こうと、そういう健康のためのランニングの大集会でございます。去年までは名城公園で行われていた催しなんですが、今年からはここ瑞穂競技場をスタートに変わりました。名古屋のメインストリートを一緒に走れる大変に素晴らしい祭典に生まれ変わったわけでございます。中心種目の20キロロードレースなど実況生中継でお伝えしてまいりますが、テレビをご覧の皆様方も私どもとご一緒に、あるいは競り合い、あるいは手をつないで歩いたり走ったりしている人々に声援を送っていただきたいと、そう思います。なお今日は日本陸連マラソン協会員、そして中京大学おなじみの中尾隆之さんに解説をお願いしておりますが、中尾さん解説という堅苦しいことよりもですね、本当に今日皆さん楽しんでいらっしゃいますので、そうですね、私たちも楽しみたいですね。本当にいい汗をですね皆さんかいてほしいと思いますね。そういえばお天気が心配されましてね、昨日ずいぶん雨降りましたでしょう。そうですね、ちょっと心配したんですが、しかし1万人軽く超えましたね。そうですね、もうポカポカ陽気の本当に素晴らしいマラソン日和ですね。ちょっと暑いかもしれませんね。そうですね、早く走る人にとってはちょっと暑いと思いますけども、失礼ですけど後ろの方はちょうどいい気候かなと思いますね。なるほど、とにかくお申し込みのおはがきだけで1万5000を軽く超えました。道路事情その他がございまして1万2000人と絞らせていただいたわけなんですが、それにしても大変な数で午前中に行われました4キロのジョギング、10キロのジョギング、どちらもスタートは大変な光景でございました。そして間もなく20キロ一般のスタートが行われます。この20キロのロードレースはスタートが3回あるわけなんですが、まず一般参加の方々のスタート、あと10秒でございます。男性、女性、それから40歳以上の男子合わせまして約1500人のスタートです。ご覧いただきましょう。正時にスタートをいたしました。一般男子の参加が1000人、それから女子が45人になります。40歳以上の男子が450人。なおこの40歳以上、いわゆる C クラスという方々の中には60歳以上還暦を過ぎた方が9人もいらっしゃいます。
お年寄りのランナーも増えましたね。そうですね、本当に今日見てますと、もう老若男女ですね、あらゆる人が参加するようになりましたですね。午前中の4キロ、10キロのジョギングはもう小さいお子さんまで、赤ちゃんを乳母車に乗せましてね、押しながら走ってらっしゃる方もいるんですよ。そうですね、非常にユーモアのある大会だったですね。ご覧の通り大変な列ができました。瑞穂競技場の第3コーナー手前をスタートいたしまして、山下通りへ出ていきます。通称マラソンゲート、南のゲートをくぐりまして山下通りへ出るんですが、スタンドに手を振って正面スタンド前を駆け抜ける方もいらっしゃいます。おそらくご家族がスタンドで応援してらっしゃるんでしょう。名古屋のメインストリートを走り抜けます20キロロードレース、今一般がスタートをしております。山下通りです。ご覧の通り大変な数の参加者、約1500人ぐらいになりますから、遠くは仙台ですとかね、それから下関とかそういう方がご参加になっているんですが、なかなか確認できませんね。そうですね、非常に難しいですね。山下通りへ出ております。ご覧の通り、もう樹木の方は秋の気配を漂わせています。心配されました空模様がいいお天気に変わりました。今日は勤労感謝の日というわけなんですが、勤労感謝といえば何と言いましても健康ですからね。そうですね。この選手は先ほど10月27日に続いて10分には公認の女子の選手がスタートを切ります。こちらの方には中国から現在日本に参りまして、強化練習といいましょうか、指導を受けております2人の中国選手が特別参加をしておりまして、この2人の選手が圧倒的に強いというふうに言われております。ゼッケン番号が1番と2番、赤のゼッケンですね、赤の数字のゼッケンをつけております。この2人が中国選手です。まだ日本語の方はちょっと不自由、2月足らずの在日なんですが、日本語の方は思うようにいきませんが、野畑直子さんがこの2人のスタート前の表情をいろいろと見てくれているはずなんですが、野畑さん。はい、こちらスタート地点です。どうでした？皆さんね、楽しそうなんですが、やはり公認女子となりますとお二人はじめ皆さん緊張していらっしゃいます。で、お話を伺おうと思ったんですが、やはりとても緊張してらしてそれどころじゃありません。先ほどですね、先生にお伺いしたところによりますと、2ヶ月日本に来て経つんですが、今日は先生と朝から一言も口を聞いていないんだそうです。はい、この競技委員長にもなっていらっしゃいます竹内先生なんですが、一言も口を聞かない、それほど緊張していらっしゃるそうなんです。それともう一つですね、今日はこんなに快晴になりまして皆さん喜んでるはずなんですが、この中国のお二方、この2選手だけはこの晴れを残念だと言ったんだそうです。そうですか。はい、と言いますのは、雨だとやはり一般の日本人の選手は不調ですよね、あんまり良くないですよね。ところが中国の選手は雨はそれほどこだわらないんだそうです。それともう一つ、雨だと風がないということで、走りやすいんじゃないかということで、雨でも良かっただと言ってたんだそうですが、こんないいお天気になりましたからね、気持ちよく走れると、そんなように2人思ってるんじゃないでしょうか。はい、2時間9分が目標の記録だそうです。10分を切るタイムをね、そうですか。はい、ご苦労様でした。期待したいと思います。野畑レポーターでしたが、10分を切る記録を目標にしているという2人の中国選手、1番と2番、後ほどまたご紹介できるかと思いますが、この2人に挑戦するのは中尾先生のところの中京大学の陸上競技部の方が多いですね。そうですね、先日、大学で走った学生が走りますけどもですね、で今紹介ありましたように、おそらく中国の選手は1時間9分をですね目標に走ると思いますですね。でこのコースは増田明美が世界最高を作ったコースですので、その記録にどの程度ですね迫るかっていうのは非常に興味あると思いますね。それにしても朝から一言も口を聞かない、中国の選手は国の代表という意識が非常に強いですから。そうですね、一面本当に、本人にとっては辛いでしょうけども、このプレッシャーをなんとか払いのけて、いい記録で、飾ってほしいですね。あと10秒足らずになりました。女子のスタートは12時10分でございます。スタートラインにつきました。女子選手 5分遅れでスタートを切りました。公認の女子20キロロードレースでございます。ゼッケン番号1番が陳成梅さん、2番が張友宝さん、
お二人の中国選手が中心になりまして、ゼッケン3番の鎌手美和さん、4番の田中智子さん、2人のこの中京大学の若手が挑戦をしていくということになりましょう。それからゼッケン番号11番、これはマラソン、女子マラソンではおなじみの、大阪の学校の先生なんですが、島崎雅子さんという54歳の方がご参加でございまして、大変小柄な方なんですがご注目をいただきたいと思います。メインスタンド前を通過してマラソンゲート南門の方へ向かおうとしております。やはり先頭は赤いランニングシャツをつけました中国選手が2人出ております。短距離では非常に速いんですが、初めてのロードレースということで、この辺りがどうなりますか。そうですね、3000メートルの記録ですと、この間この競技場でですね9分9秒で走りまして、増田明美が日本記録を持っております。これが9分11秒なんですね。ですから3000においてはもう日本記録だということを言えるんですね。ただやはり長い距離、今日特に20キロです。初めての挑戦ですし、しかもこのトラックでなくてロードなんですね。で、非常に不安もあると思いますね。なんですか、中国の方はロードレース、マラソン、こういったものにはどうも不向きらしいですね。やはり環境的にですね、寒いしということもあると思いますね。日本で5年後のアジア大会を目指しまして強化練習をということでやってまいりました2人の中国選手がどんな記録を見せるか、そしてまた若い中京大学の女子選手がどんな挑戦ぶりを見せるか、この辺も注目されるところです。川原橋を渡りました女子選手、1番が張陳さん、2番が張さんです。11番、これが先ほどご紹介をいたしました島崎さんです。そしてこの後はやはり公認の男子のスタートになります。こちらのスタートは15分ということになります。公認の男子の方ですが、タイム的には、この中部地区の中堅ランナーが参加をしているわけですので、どうでしょう、1時間2、3分ぐらいは期待できるんじゃないかと思いますが、あるいはもっといい記録も、できましたら1時間2分台をですね、作ってくれると思いますけども、その2分台のやはり一番可能性あるのはゼッケン4番の有田選手ですね。有田さん、であと続きますのが3分前後でいくと思いますけれども、小谷選手とか、あるいは伊藤選手とか、青戸選手とかですね、村越選手とか、そういったことになると思いますね。ですから一応トップは2分台、その次の選手もなんとか3分前後で走ってほしいと思いますね。100人近い人がスタートするわけですから、一応前の方にはゼッケン番号の若い人が大体並んでいるようですね。ゼッケン4番が優勝候補ナンバー1と言われております、愛工大職員の有田哲司選手です。まだ24歳。この人は東京のおなじみの箱根駅伝の、お正月の箱根駅伝なんですが、こちらの方のメンバーの一人で、そうですね。で今年も愛知選手権で 5000m を14分48秒で優勝しておりますので、スピードもあります。そうですか。そのゼッケン4番の有田選手を中心に、それに挑戦をしていくのが17番の加藤、37番伊藤、93番渡辺、87番林というところではないかと思われますが、どういった形のレース展開になりましょうか。好記録を期待したいと思います。参加選手に聞いていますと、名古屋で走れる、名古屋の道路を走れる、こんな嬉しいことはないとおっしゃるんですよ。そうですね。おそらくもう皆さん、参加の皆さんそうだと思いますね。人のいっぱい、応援してくれるところですね。しかもこの20キロのコースは非常に平坦ですので、記録が非常に出やすいんですね。ですから選手自身は走られる皆さんはみんなそうだと思います。1秒でも自分の記録を伸ばしたいという希望を持って走られると思いますね。スタートまであと20秒になりました。日本陸連公認の20キロロードレース、あと10秒で男子のスタートでございます。おそらくスタンドでは家族の方が大勢見守っているんではないかと思います。今日は家族ぐるみの祭典です。スタートしました。男子20キロロードレース、5分遅れで、一般女子
男子とスタートをしました。当然この公認組、この人たちが前へ前へと、追い抜いていくということが考えられるんですが、例えば女子選手が5分前にスタートをしています。どのくらいで追い詰めることができるんでしょうね。そうですね、女子の場合5キロを大体17分ぐらいで通過すると思いますね、で今このスタートした男子は15分ぐらいで通過していくと思いますので、5キロで2分10キロで4分ということですので、10キロちょっと過ぎですかね。そうでしょうか。12、3キロになると思いますね。瑞穂競技場内約300メートル弱、250メートルちょっとぐらいになりましょうか。今南門マラソンゲートをくぐりました。100人近い参加選手がございます。ちらっちらっと後ろの辺りを気にしているわけなんですが、大体主力選手といいますか有力選手は顔なじみが多いらしいですね。そうですね、メンバーを見ますと、参加選手もそうたくさんおりませんしですね、このグループは大体もう今まで何回も顔合わせた、ランナーばかりですので、大体相手の力っていうのは分かってると思いますね。癖とか作戦とか、そういったものもね、そうです、初め出てくるタイプとか、後から追ってくるタイプとか、もう十分掴んでるわけでしょうね。ですから短距離的なスピードがある人、あれない人とですね、ですからそこを考えてお互いにやっぱり切磋琢磨しながら走っていくと思いますね。マラソンゲートを出まして山下通りに入ります。豊岡通りへ入っております。河原橋を下りました先頭集団というよりもまだまだ一団であります。全くかなり長い列にはなりましたけれども、ほとんど一団で豊岡通りをまず西の方向へ向かっております。ご覧いただきましたこの選手の前には移動中継車がスタートをしております。宇都宮アナウンサーがこの車の上からお伝えをすることになっております。宇都宮さん、まず一つそちらの方から伝えていただきましょうか。そうですね、今選手はちょうど西の方に向かって走っているんですけども、この中継車の中でもですねかなり気温が高い感じになってますね。現在一団となって走っております。大体先頭から後方までかなり差がつきまして、もう50メートルぐらいの差になっています。大体スタートしてから、700メートルぐらい今日は北の風が3メートルということですが、さほど風の影響はないと思います。この後選手は、北へ向かって走っていくわけですから、その時の風、しかもこの道が上り坂になりますから、果たしてどうかなというところですね。現在、交通規制がなされておりまして、いつもはこの辺り、豊岡通りなんですが車の交通量多いところなんですが、完全に交通規制がされておりまして、選手が一団となって、現在まず瑞穂運動場前の交差点に向かっているところです。宇都宮アナウンサーには随時伝えてもらうことにいたします。なお白バイが2台先導をしておりますが、このお二人をご紹介しておきましょうか。伊藤巡査部長、高島巡査、いずれもベテランのライダーでございます。白バイ2台に先導されまして、今瑞穂運動場前交差点を右折いたしました。これからは一路北上ということになります。瑞穂運動場交差点を右折して一路北上いたします。ほとんど平坦と言われておりますこの20キロの公認コースなんですが、多少のアップヒルはあります。この瑞穂通り自体も普通車運転してらっしゃる方などは全く平坦のつもりでいるようですが、多少はアップになっているということです。それではこの20キロ公認コースご紹介いたしましょう。ご覧をいただいております通り、瑞穂通りを北上して相内通りへ、5キロ地点は若宮大通りに入ってすぐのところでございます。100メートル道路を今度は西へと向かいます。国鉄の中央線、それから高速2号線の下をくぐりまして丸太町、さらに久屋大通りと交わりまして矢場町から白川公園、若宮で左折をして19号伏見通り、大須観音の横を通ります。九丁堀の辺りがちょうど中間の10キロです。さらに西へ直進をいたします。国鉄名鉄を越えまして熱田区に入るわけですが、新尾東から左に緩くカーブをして、さらに正面に熱田神宮を望みます畑屋交差点を左折いたします。熱田跨線橋で再び国鉄名鉄を越えました後、堀田通りへ入りまして右折、堀田交差点の直前が15キロです。ここを左折して妙音通り、
東へ向かいまして新玉橋を過ぎると弥富通りになります。この辺りから少々アップダウンが出てまいります。そして、田辺通りへ入りましてプールの入り口のところから左折、北競技場野球場の前を通りまして瑞穂公園を一周する格好で再びこの瑞穂陸上競技場へ戻ってくるわけでございますが、この辺りが一体何分ということになりましょうか。実力伯仲の選手が揃っておりますので好レースが期待されるところです。この放送は20キロロードレースの模様を実況生中継でお伝えしてまいります。日清サラダ油セット。遠くまで走ってください。かわいい大物ミニカとミニカエコノ。ミニカが K で初めてグッドデザイン商品に選ばれました。このいい香りは果たしてどこからやってくるのでしょうか。ニューローレットは使うたび一層香りが広がります。いい加減にしなさい。ジョンソンから新発売。小林博物館の前に差し掛かりました。もう間もなく2キロという地点になります。桜山交差点のちょっと先が2キロ地点になります。先頭集団が中尾さんどうでしょう、2、30人ぐらいというところでしょうか。はい、今17番がちらっと後ろを振り向いたのが見えましたが、この17番がやはり優勝候補の一人加藤正幸さん、名鉄の人です。もともと早稲田出身の人で、やはりこの人も箱根駅伝の7区とか1区とかこういったところを走ったこともあります。こういった学生選手にとりましては、箱根駅伝というのは何て言いましょうか、一つの学生時代の自分の力の証みたいなところがあるんでしょうね。特に駅伝の場合は、箱根の場合20キロがありますので、距離がですね、ですから非常にやっぱ愛着がありますね。20キロと距離はですね、駅伝の強化にもなりますし、またマラソンにとりましてはちょうど半分の距離ですので、非常にまたこれもマラソントレーニングにもなると思いますね。資金譲渡などが行われております市博物館の前を通過いたしまして、川澄町から桜山へと差し掛かっております。桜山の交差点を過ぎますとすぐ2キロということになります。失礼、3キロということになります。ゼッケン50番がやや左寄りに見えますが、これが中尾先生のところの村越君のようですね。なんかちょっと故障してるんですって。はい、不安を持って走ってると思いますけどもですね。ゼッケン5番が見えましたが、これは池田和夫さん、三菱重工の、監督さんでございまして、もう38歳なんですが、その池田さんも今日は参加していらっしゃいます。男子の20キロ公認ロードレースを今日は中心にご紹介をしてまいりますが、今日は朝4キロと10キロと2つのジョギングがございました。中尾さん、これ両方で1万人というふうな参加でしてね、どんな感じなのかなと思ってたんですが、凄まじかったですね。もうみんなが楽しんでらっしゃるという感じで、本当にまたお天気が良くてですね、非常に本当に快適な汗をですね、皆さん流していただいたと思いますね。一つビデオテープでこのジョギング大会4キロの部ご参加の皆さん方、表情をご紹介をしたいと思います。開会式が行われたんですが、約1万人の人がご覧の通りフィールドを埋め尽くしました。
選手宣誓も家族総ぐるみで行われました。昨日の雨もどこへやらきれいに晴れ上がりました瑞穂の空、風船と鳩が彩りました。4キロのスタート、人数が多いですから800人ぐらいずつのグループを作りまして、7つか8つぐらいで分けたんですね。大変でした。西尾市長もそういえば飛び入りで参加されたそうですよ。そうですね。完走されたのかどうかは聞き戻しましたが、雨ですとね、小さいお子さんが多かったですから心配だったんですが、今日のお天気なら全く心配ないでしょう。そうですね。雨ですとやっぱり下がスリップしますのでですね、よく怪我なんかされる人が多いんですけども、タイガーマスク、そんな人もいましたし、それから車椅子の人とか、乳母車をしての参加とか、本当にいろんな人がいらっしゃいました。和服姿ですか、ね、こういうふうに赤ちゃんを乳母車に乗せてみんなで家族ぐるみで楽しんでいるという感じの4キロのジョギングでございます。参加総数が約1万人、遠くは鹿児島からいらっしゃった方もあるという大変なここ10年ほどのジョギングブーム言われておりますが、それを裏付けるような大変見事な盛り上がりを見せました。ご覧の感想賞が完走された方に贈られます。正直で疲れました。汗はかくんですけど、心臓のドキドキはね、そんなになかったです。いつもやってますからね。走りながら2人で夫婦の会話はあるんですか？まあ普通日頃の会話って言いますか、いつも走ってる時はありますけども、今日はもう勝負ですからね。勝負で無口で。なるほどね。お父様真っ赤なお顔で暑いですか？いつもお酒ばっか飲んでるから走ってないから。でもじゃあ普段のお酒をこのいい汗かいていいですね。無事完走できたことで胸がいっぱいで嬉しかったです。自信はなかったんですか？本当は20キロ出ようと思ったんですけど、でも4キロで我慢してきました。いやもう最高です。お天気良くなってよかったですね。そうですね、雨降ると思ったんですけどね。今度20キロ調整します。山登りのためのトレーニングにジョギングをしてるわけなんです。じゃあもう普段トレーニングされてるから今日はもうバッチリですね。いややっぱりダメですね。昨日もちょっと夜が遅かったもんで島崎さんが走っているんですが、その後ろ早くもどうやら、一般の男子の方が追いついてきましたね。そうですね。先ほどどこで追いつかれた、私先頭グループ同士を言いましたのでですね、それは先頭グループ同士はやはり12、3キロになると思いますけれども、島崎さんが、一般の公認の男子グループに追い抜かれました。しかし島崎さんも54歳で、ついこの間も確か東京女子マラソン参加されましたけれども、いつも大阪もそうですし、お元気に走ってらっしゃいますね。そうですね。やはり54歳ですとやっぱり早くよりももうゆっくりですね、長い距離を楽しまれるタイプだと思いますね。男子の先頭グループ、相も変わらず30人ぐらいおりますが、中央85番は中央発條の高傑選手です。21歳の若手です。ついこの間の1週間前の中部実業団駅伝7区を走りまして、17チームでしたが、その中で6位7位という成績を収めました85番高傑選手です。すでに4キロ地点を通り過ぎまして、4キロ2、300ぐらいのところに差し掛かっている先頭グループです。前はこれは一般の選手ですね。だいぶ疲れました。コースを開けます。一般の選手の方というのは約1000人と申し上げたんですが、本当にいろんな方がいらっしゃいまして、公認の中に入ってもおかしくない選手もいれば、走ること、あるいは歩くことを楽しんでらっしゃる方もあるというね、やっぱり歩いてる人もいらっしゃいますよ。本当に目標は様々と思いますね。宇都宮さんどうぞ。やっぱり表情を見てますとね、かなり一般の方々は自分のペース楽しんでらっしゃるって感じがしますね。そうでしょうね。そのして後ろからどんどん公認のランナーが来るんですが、やっぱり表情は全然違いますね。公認のランナーの方はもう真剣勝負、そして一般のランナーの方は笑顔もあると、そんな感じですね。まもなく4キロ500ぐらいになろうとしております。153号線が交差する相内通りへもう間もなくというところへ来ておりますが、早くも、遅れ加減といいましょうか、あるいはマイペースを保っているといいましょうか、一般の方々を次から次へと追い越していこうという男子公認の選手団トップグループであります。
85番が高傑選手、そして38番が青戸選手ですね。愛知県警の中村署のおまわりさんです。中京大学の出身だそうですが。はい、そうですね。2年前に卒業しましたですね。大体後藤さん、先頭グループ20人ぐらいですね。20人ぐらい、はい、40番が見えましたが、この人も愛知県警のおまわりさんで、港署の横地秀樹選手です。一般の選手はこういうふうに、車線内側に入りまして、公認の選手に道を譲っております。こういうふうに名古屋のメインストリート、街の中を走れるのは選手にとっては大変嬉しいということなんですが、若宮大通りに入りました。すぐに左後ろから153号線、通称飯田街道、岡崎街道が合流しますが、ここが5キロ地点になります。今5キロを通過しました。5キロ地点を通過いたしました。ここまでのトップ選手のタイムが15分58秒16分弱、5キロ16分弱というのはちょっと暑いせいでしょうか。もう1時間4、5分のペースになりますけどですね、後半少し上がると思いますけどですね、気温が暖かいためにちょっとセーブしてるみたいですね。昨日までは雨、今朝方までかなり激しい雨が降っておりましたが、今すっかり上がりました。若宮大通りに入りましたトップ集団なんですが、かなりこれは一般の選手ですね。そうですね。ご覧の通り、もうゆっくりゆっくり歩くのを楽しんでいる。もうこれ20キロに初めて挑戦するという方も大勢いらっしゃるんですよね。そうでしょうね。ちょうど真後ろに大きなビルが見えておりますが、実はこの上に CBC のマイクロの受信中継所がございます。ヘリコプターを使い、あるいはこの山本人形店なんですが、その屋上を借用したり、あるいは名古屋法系専門学校ビルなど7カ所のビルにご協力をいただきまして、マイクロ受信基地を設けました。テレビ塔を経由して皆様のご家庭にお届けをしているわけでございます。左側にちらっとマイクロの設備がご覧いただけましたでしょうか。移動中継車からの画像、すべてこちらを経由していくわけです。若宮大通り、公園が大変綺麗です。歩道側は東海で、それから中央分離帯の方にイチョウが植えられておりますが、このイチョウが今大変綺麗なんです。ちょうど真っ黄色に色づきました。走っている選手、特に公認の選手にとってはそういったものを見ている余裕はないかもしれませんが、一般の方はこう秋を楽しみながらと、そうですね、秋を満喫しながら、心を和ましながらですね、やはり街路上によってそういった走り方をされたと思いますね。鼻のところにこれマスクのようにしてらっしゃいますが、これを何か工夫してるわけでしょうか。どうでしょうね。走ることというのは、ヘリコプターからの絵をご覧いただいております。現在選手は若宮大通りを、向かって、現在は西へと向かっているところです。一番歩道寄りを走っておりますのが公認の選手団、そしてその内側に一般の選手が入っております。これが現在公認のトップグループです。まもなく6キロにかかろうとしておりますが、6キロ地点は花田町の交差点です。まもなく中央線高架をガード下をくぐるところかと思うんですが、やはりペースはだいぶ違いますね、一般の方とはね。そうですね、走りが見られましてもですね、結局歩幅が広いんですね。スピードを出すには歩幅が広くないとスピードってのは出ませんですね。それもだから筋肉が弱くて歩幅広げれませんので、やっぱりこれはトレーニングやってる人とやってない人との差が自然に方々にも現れておりますね。中尾さんは大変ピッチの速い走法で有名だったんですが、そのためにはこれ相当また心臓を鍛えるとかいろいろまたあるわけでしょうし。そうですね、やはり何事もそうだと思いますけど、やっぱりトレーニングがやはり一番ですね、大切だと思います。体でやはりどんどん覚えていかないとですね、理論陸上ではなかなか走ることはですね、できません。一般の方々の方には、
75歳というお年寄りもいらっしゃるんですが、やはりちょっとゼッケンの方を確認することはできませんでした。遠くは仙台からとか奈良からとか、遠くの方も大勢、いらっしゃっております。ようやくレースの方は3分の1を終わろうとしております。現在瑞穂陸上競技場の方ではこの選手たちのゴールインを待ちかねる家族の方たちが大勢スタンドに陣取っているんですが、その家族連れの方々の目を楽しませると言いましょうか、小さな子どもさんたちのドリル演奏が行われております。ご主人のあるいはお兄さんたちの帰りを待ちながら子どもたちの演技に目を細めているスタンドのお客様方、野端さんに伝えてもらいましょう。野端さん、健康祭りスポーツ振興をこのスローガンにいたしました第1回名古屋シティマラソン、もちろん走るのも健康ですけど、こうして大空の下元気に子どもたちが演奏するっていうのは誠に健康的ですよね。やっぱり子どもたちって元気なんです。一つ一つの動作もキビキビしていましてね、足を上げるのも演奏するのも力いっぱいやってくれてるんです。とっても見ていても健康的で気持ちいいですね。宝浦保育園、英和幼稚園、飛島保育園、マハヤナ幼稚園、宝浦保育園、300名以上の幼稚園児の方々のドリル演奏をお楽しみいただいております。6キロをすでに通過いたしました。このゼッケンは一般の人です。グリーンが、確か40歳以上だったと思います。ブルーの方は、一般の A、いわゆる普通の男子です。それを内側から今抜こうとしておりますのが公認の選手のトップグループです。有力選手は大方揃っているんですが、例えば17番の加藤選手、40番の横地、87番林、こういった選手団いずれもトップグループに入っているんですが、5番4番といったところがちょっと見えないようですね。また確認ができましたらと思うんですが、宇都宮さん、はい、そちらから確認できますか？今ちょっと確認できないんですけどね、はい、左側の方に、画面の左側の方に一般の選手が走っておりまして、それを内側から右寄りから公認の選手のトップグループが抜き去ろうとしております。ちょっと画面の上では確認しづらくなっておりますが、87番が見えました。これは林選手ですね、中央発條のベテラン。17番の加藤もいました。若宮大通りを一路西へ向かっております。この後堀留橋のあたりがちょっと上り下りになるわけなんですが、宇都宮さん、これはもう堀留橋越えましたか？越えました。これから、矢場町の交差点にかかるところです。ここがきつい上りになってますね。そうですね、アップダウンがあるところですね。矢場町の交差点の手前がちょっときつい上りになっております。ご覧の通り公認の選手は一番右側を走っているんですが、左側に一般の選手が走っておりまして、これを追い抜いていかなければならない。一応コースは一般の選手はみんな開けてくれてはいるようですけれども、時にはかき分けという風な感じも出てくるかもしれません。後藤さん、はい、4番の有田選手、それから5番の池田選手、現在先頭集団13人ぐらいなんですが、この中に含まれています。そうですか。はい、まだ街路樹は青々としております。若宮大通り、東海での街路樹です。こちらの方はイチョウ、それから京竹桃が植えられております。イチョウが大変に綺麗です。さんさんと秋の日を浴びて走っております選手たち。ちょっとこの辺りはビルの影になりました。また日だまりの中へ。
ちょっと気温が高めですから記録を狙う選手にとっては辛いところかもしれません。こうしてこう一般の選手の走りっぷりご覧になっていて、中尾さん、何かこう、お感じになるようなことは。そうですね、やはり気候から言いますと、今こう走ってますけど、一般の選手の方は非常にリラックスして、競技者の方はやはりもうこのくらいの気候ですと日陰の方がかえってですね、走りやすいでしょうね。そうですか。シャツ一つ取りましてもね、半袖の方がありますし、それからランニングシャツがありますし、普通のポロシャツで走ってる人もありましたね。そうですね。帽子をかぶっている人もあります。かぶらない人もあります。手袋をしている人もいます。この辺はこう考え方としてはどうなんでしょうか。そうですね、やはり人様々なんですけれども、一応こういった半袖とか長袖とかっていうのは、その日の、気候によりましてですね、いろいろこう服装を変えるわけですけれども、今日ぐらいの気候でしたら、もう今体温はもう39度ぐらい皆さんですね、暑く暖かくなってると思いますね。車椅子の方が走ってらっしゃいます。車椅子の方が確か3人、42番ですと小野さんですね。この方ね、64歳なんですって。元気ですね。車椅子の方が全部で3人いらっしゃるんですが、このご覧いただいておりますのは常滑の小野時夫さんです。腰の手術を2回ほどなさいまして、現在は頸椎の方もちょっと痛めてらっしゃるんだそうですが、一生懸命こうして一般の選手の中に混じりまして走っております。車の方が速いですよとご本人おっしゃってましたがね。ただ車椅子の方はね、こういうこともおっしゃってたんです。車椅子と書くと断られるんじゃなかろうかと、そう思ったんだそうですね。ですから実際にお書きになったのは実は1人しかいらっしゃらなかったんですが、なるほどですね。でもこういう方もやはりね、一緒に走っていただきたい。懸命な姿がね、本当ににじみ出てますね。若宮の交差点を左へ曲がりまして、今度は19号線に入りました。大須観音を横に見ながら、今度は南下という格好になります。大須観音が見えます。昔のにぎわいにまではまだ戻っていないようですが、しかし大須の町にもだんだんと活気が再びよみがえりつつあります。若い人たちが一生懸命大須の町の再興に力を尽くしています。その大須観音を左に見ながら、国道19号伏見通りを直線いたします。南下いたします。後藤さんね、この辺りはやはり一般の選手がかなり走っておりますんでね、公認のランナーの方、ちょっと走りにくいような感じになってますね。そうかもしれませんね。一応公認の選手たちの前はクリアといいますか、開けられる格好にはなってますか。そうですね、前の方走路は空いてるんですが、何しろ13人いますからね、先頭集団が。13人。ちらっと見えました93番が渡辺正明さん、現在田口高校の教員をしていらっしゃいます。ちょっと練習不足だというふうに昨日電話をした時にはおっしゃってられました。37番が伊藤正弘選手、黒いランニングシャツを着ておりまして、非常に長身186センチあります中所のおまわりさんです。背が高い、足が長いということは中尾さん、有利なんじゃないんですか。最後になりますとですね、やはりね、この20キロっていうのは15キロからの後の5キロがやっぱり自分苦しいんですね。ですから、そこから誰が落ちていくか誰が離していくかということですね。でしかも15キロ過ぎてからこのコースは多少ですけれどもアップダウンが出てきますし、ちょっと気温が高いですからね。現在13人というトップ集団ですが、まもなく9キロ地点かと思います。宇都宮さん、そろそろ9キロでしょうか。そうですね、13人なんですけどね、87番の林選手、それから39番石原、81番長石、93番渡辺、48番榊原、それから97番の石川、53番川崎、37番伊藤、4番の有田、35番の銚子、50番村越、38番青戸、5番池田、この13人です。一番画面の右寄りを走っております37番が伊藤、逆に左サイド、今ちょっと進まれましたが4番が有田、この2人が注目されるところです。ご覧の通りに非常に広い19号線伏見通りを南下しておりますが、5車線ありますが、そのうちの3車線を使って今日の
ロードレースが行われております。早くも各選手ともびっしょり汗をかいています。宇都宮さん、ここは西大須ですか？西大須は過ぎまして、もう間もなく10キロ地点にかかるところですね。そうですか。はい。そうしますと今のが、古渡り。そうです。そうですか。古渡りの交差点ですね。古渡り町の交差点を渡りました。あと500メートル足らずで10キロ、ちょうど中間点ということになりますが、中間点でどのくらいのタイムになりましょうか。先ほどの5キロは16分弱というところでした。12、3人のトップグループは全く崩れません。37番伊藤、85番は高傑、放送車に手を振る一般の選手の方もありますが、こうして見てますとやはり一般の方というのは体の上下動といいますか多いですね。はい、そうですね。やはりこの無駄がちょっとありますのですね。どうしてもですね。10キロ地点、宇都宮さんチェックしてください。はい。まもなく10キロに選手がかかってまいりますが、この辺りで5番の池田選手がちょっと遅れ始めました。先頭集団は11人ぐらいになりました。まもなく10キロ地点です。今先頭が10キロを通過しました。先頭集団が10キロを通過いたしました。20キロのロードレース中間点を過ぎましたが、トップ集団はさほど変わっておりません。37番の伊藤、85番の高傑、その隣4番の有田がおります。この放送は20キロロードレースの模様です。実況生中継でお伝えしています。僕の動きを見てほしい。今未来を積んだニューキャンター、三菱から新登場。カーテンといえばシルキーカーテン、ブラインドといえば立川です。絹の光を普段着に、立川シルキーカーテン。立川私を映すハードトップ、ギャランシグマ2000ハードトップ。先ほど10キロ地点を通過した時のタイム、手元の時計では31分46秒、5キロから10キロにかけてが15分48秒という計算になりますが、中尾さん、ちょっとペースとしては上がってきましたか？上がってきた証拠でしょうね。これ2、4、5、6になりましたね。先頭グループが、ね、少なくなりましたね。先ほどよりも2、4、6、7人から8人ぐらい、後ろから懸命についていこうという選手もおりますが、確かにちょっと減りました。現在先頭に出ているのは85番の高傑、21歳。こういう時は若さは武器ですからね。そうですね。思いっきりやはりレース展開しますね。上背のあります37番の伊藤は24歳になります。この伊藤選手はお父さんも箱根駅伝に出場して区間賞を取ったこともあるという、いわば親子2代のランナーです。一路伏見通りを南へと直進いたします。こちらの方は実は歩道側の
街路樹はすっかり葉が落ちております。真珠と呼ぶ木なんだそうですが、神の木と書きます。豊川方面から木を運んできたという話も聞きましたが、名古屋市内ではこの19号線だけに使われている街路樹です。で反対に中央分離帯の方にはクスノキの木が植えられているんですが、まだ若々しくてこちらの方は青々とした緑を誇っております。87番は林です。中央発條の31歳の選手。一番右におります長身が伊藤、愛知県警の選手です。早稲田の出身で瀬古選手の後輩にあたります。亡くなられました中村清監督の教え子でございます。おととい全警察の大会がありましてね、駅伝大会がありまして走ったばかりなんです。中1日ってのはやっぱりちょっと辛いんでしょうか。そうですね、やはり駅伝となりますともう短いですけど、距離は短いですけど、やっぱり全力尽くしますからですね、チームのためにね。そうなんです。先頭グループ2、4、5人になりましたね。5人ぐらいになりましたね。今ちょうど西高倉の交差点にかかったところです。熱田区に入っております。西高倉の交差点を過ぎました。あ、中国選手に追いついてきましたね。2番が張、1番が陳。女子選手の中ではもう日本選手を完全に突き放しているという、それだけの実力の持ち主と言われているこの2人の中国選手なんですが、張選手の方が前におります。初めてのロードレースです。5年後北京で行われますアジア大会に備えまして、中国の数多くの選手の中から選ばれまして、マラソン選手への現在転身中だということなんですが、いろいろな条件を考えて日本で経験を積んでほしいということで、1月半ぐらい前から日本へやってまいりました愛兄弟の竹内先生が引き受けまして、親身になって面倒を見ていらっしゃるわけですが、明日帰国の途に就くそうです。竹内先生が心配されてましてね、中国へ帰ったらせっかく実力が出てきたのにまた練習環境が変わってダメになっちゃうんじゃないかななんてね。でしょうね。もう1月2月は零下20度ぐらいですから、なかなかこういった自然の中でですね走ることが不可能みたいですね。やはり11キロちょっとの地点でこの中国の女子選手を追い抜こうとしている男子選手グループであります。トップ集団が5、6人になっています。一番右側に伊藤、85番の高傑、それから4番の有田がやはりぴったりとくっついてきてます。87番は林、その左側2番が張、その後ろちょっと影になりましたが1番が陳成敗選手です。大きいですよね。男子の中に入りましても、身長 1m68 と67センチですから、男子選手の後ろへつく格好になりました。10キロ地点のどうやらトップは伊藤正宏選手だったようです。2、4、6人ですね、男子選手は。後ろに女子選手が2人います。いや、今この女子の2人こうついてますよね。速いペースですよ。全然離されませんね。速いペースです。逆にこれはいい目標といいますかね、このペースというものを勉強してみようというふうなところあるかもしれませんね。畑谷町交差点を今左へ曲がりました。神宮の森正面に見る格好になります。女子選手2人、中国の1番が張、そして2番が陳、2人の選手どちらも、10キロ33分台の実力は持っているということなんですが、今日は36分台だったようです。初めてのロードレースですと36分で通過したということは、やはり目標にも1分ぐらいですね。おそらく今日は1時間9分を目標にしていると思いますね。20キロね。ですからちょっと遅いですね。36分ですとですね、10分切れませんかね。そうしますと、やはり初めてのロードレースということではペースもねわからないでしょうし、熱田湖線橋を渡ります。上りは緩やかなんですが、下りはかなりきつくなります。こういうのはどうなんですか。下りがきついというのは
極端な下りですとちょっと走りにくいんですけどですね、だらだらと言いますかね、そういった下りは非常に走りやすいですね。この道路の上は普通は歩行者は、通行禁止ということになっておりますが、今日は堂々と走れるわけです。名古屋の街の中を走るロードレースが少ない、選手の人は残念がってましたからね。そうですね。国鉄名鉄をまたぎます熱田の跨線橋です。これを越えて下り切りますと13キロということになります。この辺りは元工場がありまして、その跡地が今公園として作られているんですが、選手にとりましては左側に生まれたばかりの公園、右側にさらに公園が造成中です。後藤さんね、はい、4番の有田選手なんですが、右の鼻からちょっと鼻血が出てますね。おやおや、はい、これ中尾さん、暑いせいでしょうか。のぼせって言いますか、あれ風邪気味だったかもわかりませんですね。現在先頭集団は6人なんですが、97番の石川選手がこれに加わろうとしています。一般参加の選手の中には外人選手も含まれているんですが、なかなかやはり確認をすることはできないようです。有田選手は4番ですが、鼻血が出ているということでちょっと気になります。走るということはよく足腰を鍛えるというふうに簡単に言いますけれども、はい、実は心臓の強化が一番大事なんだというようなことを聞いたことがありますが、どうなんでしょうか。全くその通りなんですね。車で言えばエンジンですから、エンジンが悪ければどんないい車体を持って回しても走れませんよね。それと同じことが言えると思いますね。やはり一番肝心要なのはやっぱり心臓なんですね。これは走る時でも普段の時でも365日動いてくれますから、やはりその心臓は我々はやっぱり大事にしないといけませんですね。13キロ地点はもうすでに過ぎておりまして、新堀田橋を渡りましてまもなく堀田通りへ差し掛かろうとしております。現在堀田通りが見えているはずなんですが、選手には見えているはずですが、この堀田通りの高架2号線がありますが、その下へ入ります。そういう格好になります。ヘリコプターの上からご覧をいただいております。新しく生まれました住宅団地新堀川が見えます。この辺りは本当にすっかり生まれ変わろうとしているところです。これが高速2号線。今日明日と連休なんですが車の数が少ないです。選手たちはこの下左側を走る格好になります。伊藤選手がどうやらトップに立っているようです。その後ろから有田、同じような色のランニングシャツをつけておりますが、ぴったりとつけております。高速道路の下に入りました。牛巻の交差点を過ぎますとすぐ14キロになります。15キロ地点には和田アナウンサーが待機しておりますが、和田アナウンサーに一つここで伝えてもらおうと思います。15キロ地点、和田さん。はい、15キロの和田です。はい、一般選手のトップはもう行ったと思いますが、どうでした？続々とですね、一般選手が今通過しているところなんですが、驚いたことに一般選手のトップは車椅子の選手でした。はあはあ。48分35、これは一般選手のラップなんですけれども、15キロのラップなんですが、48分35という、驚異的なスピードで一般選手、まず車椅子の選手が通過いたしました。石川さんという選手なんですが、石川さん、はい、その後ランニングしております選手では、ゼッケン番号477番岩坪さん、そして704番竹内さんという順で通過しています。もう2、30人の方が続々と通過というところでしょうか。
この15キロ地点は堀田通りからまっすぐ下がってまいりまして、妙音通りとの交差点にあります。この15キロを過ぎますと左にカーブして妙音通りゴールまであと5キロというところなんですが、我々、こちらの方で待ち受けていますときにですね、果たして公認の選手がここまでで追いついてくるかなどうかなということだったんですが、かなりの一般選手が続々と15キロ10分前にスタートした一般選手が通過しているところです。まだ、公認選手の姿こちらの方からは見えておりません。15キロ地点、和田アナウンサーがお伝えをいたしました。そうですか、車椅子の石川さんがトップで抜けていったということ、やはり車椅子の方はね、車の方が速いもんですよというふうにおっしゃってたのは本当だったようですね。その石川さんというのは109番だと思いますが、西尾市の方です。車椅子と書くと断られるかなとおっしゃったのは実はこの方なんですけれどもね、堂々と一番最初に15キロ地点を通過されたそうです。公認男子の選手の方もまもなく15キロ地点にかかろうとしております。和田アナウンサーが一般の選手のトップ、それからまた公認の選手の方のトップ、タイム差といったようなものもチェックしてもらおうと思います。和田さん、見えましたか？ようやく中継車が見えてまいりました。おそらくもう一般選手がその前に続々と走っておりますので、こちらの方からは誰がですね公認選手なのか全く分かりません。ただ中継車が見えておりますので、その後ろあたりに公認選手がいるんだろうなということであります。堀田通りの交差点に来ておりますけれども、名鉄の堀田駅を過ぎますと15キロまであと約300メーター、その後ブラザー前の横断歩道がありますが、そこを過ぎますとゴール、15キロまであと200メーターという地点です。続々と一般選手が来ておりまして、私の視界からはだいたい200メーターまで近づかないとゼッケン確認できないんですけれども、まだ公認選手らしい姿は確認できておりません。一番歩道沿いを走っているのが公認の選手、やはり、37番の伊藤、4番の有田といったところが先頭グループを作っております。名鉄の堀田駅前を過ぎます。もう間もなく15キロ地点に差し掛かろうとしています。37番が伊藤です。85番は中央発條高傑。その右側小柄な選手、今ちょうど伊藤選手の影になったのは青戸選手のようですね。そうですね、先頭グループははっきり5人になりましたね。有田、高傑、青戸、伊藤、林とですね、この5人によって誰が優勝するか非常に興味ありますね。あとの5キロ、ここからがお互いにも苦しい、ところですね。大体予想されていたグループが出来上がった、というところですね。堀田の交差点を左折して妙音通りに入るわけですが、その交差点のすぐ手前が15キロ地点になります。この長身の選手が伊藤正弘です。今15キロ通過しました。公認トップの選手は37番の伊藤、15キロ地点を通過しています。妙音通りへ入りましたトップグループ。今度は東へと妙音通りを走ります。一番右側が伊藤、その隣に4番の有田、38番が青戸、85番が高傑、87番林というところがトップグループを作っております。伊藤、青戸といったところは長身と小柄ということで大変対象の妙がありますが、この15キロ地点を過ぎたところには飲み物の補給所が用意されておりまして、2、3人の選手がやはり飲み物を取りました。相当暑いですからね、今日はね。そうですね、もう10キロ地点でみんな飲んでましたね、最初は。先頭に青戸が出たようです。青戸洋二選手。そろそろ最後の、5キロあと4キロというところへ来てますから、駆け引きそうです。青戸選手の場合はそういった短距離的なスピードがないんですね。おそらくそういうことが頭の中かすめたと思いますね。最後あれではいけないということですかね。話しておきたいから。もう一般の選手は
ひょっとするとゴールインという可能性もなきにしもあらずなんですが、スタンドの方にもやはりちょっとざわめきが起き始めております。スタンドの方には古木アナウンサーがいるんですが、古木さん。はい、スタンドの方本当にね家族連れが多いんですよね、お昼などはですねグラウンドの外の紅葉を眺めながらお弁当を広げている姿もたくさん見かけました。実はここに3連勝名古屋シティマラソン3連勝の池田さんに来ていただいております。ご家族の方でちょっとお話聞いてみたいと思います。池田さん、どうもおはようございます。今日はお子さんもこちら向いて、今日は4キロレースに出たんだって、どうだった成績は？あんまり良くなかった、お父さんはなんか3連勝されてるそうですね、今年はどうかな調子？今日はちょっと調子悪いみたいです、いつもお父さんどんなところで練習してらっしゃるんですか？朝起きまして出勤前に家の周り、それと1週間おきに会社で、あとは帰ってから休業後、ずいぶん本当に本格的な練習をされてるわけですね。朝昼晩です。今日も本当にね1位で入ってきてくれるといいですね。もうダメです、年ですから。とんでもないです。そんなこと言わずに応援してください。どうもありがとうございました。スタンドでご主人の帰りを待ちわびる家族の声、古木アナウンサーが伝えてくれたそういえば池田さんはトップグループから残念ながら脱落してしまいましたね。なんとか早く帰ってきてほしいという気持ち、ご家族の皆さんは大勢このスタンドでお待ちでございます。この放送は20キロロードレースの模様を実況生中継でお送りしています。ときめき feeling 愛して dreaming あなたに夢中さ Lady Lady moving 踊って jamming 揺らめき calling 素敵な lady Come on だぜ中国バンドは日光証券する力、稼げるパワーと低燃費、こいつ会長超ファイター。下宿の坂本君、今日は大事な試合の日。よしえちゃん、心そわそわお弁当。カツオをすり身にして味噌で味付け、油で男心を一本釣り。カツオもどきは恋もどき、日清サラダ油、綿実油の風味が生きている。柳並木の新玉橋を過ぎましたところで、柳並木に変わりますと、この辺りはもう弥富通りになっております。トップグループが弥富通りに入っています。まもなく17キロというところです。これが落合橋、山崎川にかかっている橋で、この辺りからちょっと上り下りが入ってまいります。最後の駆け引きといいましょうか、選手にとりましてはこのわずかな上り下りなんですが、一番最後にあるというのがミソといいますかね。そうですね、そこがやはり勝負どころになると思いますね。10キロから15キロまでが16分26秒ということで、やはりちょっとまたペースは逆戻りという感じになりました。最後の多少のアップダウンの5キロをどう各選手がこなしますか。現在トップグループは5人に限られております。弥富通りを東へと現在各選手が走っております。もうすでに新玉橋を過ぎまして落合橋を越えて弥富通りの1丁目のあたり、おそらく17キロはもう過ぎたと思うんですが、宇都宮さんどうですか。これから17キロ、今ちょうど横ぐらいになりますね。そうですか、はい、やはりトップグループ5人は変わりませんね。はい、変わっていません。この中ではですね、伊藤選手、それから有田選手、この2人の表情がやっぱり余裕がまだあるって感じですね。はい、ちょっと今38番の青戸選手が遅れてきました。先ほどちょっとスパートを見せましたが、
かえって裏目に出ましたか。あと3キロの表示が見えました。今17キロを過ぎたところです。ちょっとスタンドの方が、この瑞穂競技場のスタンドの方がざわめきが出てきているんですが、ということは一般のやはり車椅子が登場いたしました。車椅子がこの瑞穂公園陸上競技場に入ってまいりました。109番の石川さんです。石川重蔵さん、西吉から参加されました石川さんが、やはり車の方が速いですよとおっしゃっていたんですが、まさにその通り、走る人を引き離しまして堂々とトップでこの瑞穂競技場のトラックの上に姿を現しました。この人は大分ですとかね、あちらこちらこの車椅子マラソン参加してらっしゃるんです。普通のマラソンの方にも参加してらっしゃるんですが、そういった経験豊富というわけですからね。まだスタートして今1時間5分20秒ですよね。ですから早いですね。1時間6分ちょっとでゴールされますね。早くも第3コーナーから第4コーナーに測ろうとしております。その後また1人選手が見えてまいりました。一般の選手が1人入ってまいりましたが、車椅子の石川さんは間もなくゴール、早くも正面スタンド前に測っております。懸命に車輪を回しまして、あと10メートルです。今ゴールしました。石川さんが一般の選手では1位、車椅子の石川さんが堂々とトップでゴールインしております。さて後任の選手の方はトップグループがちょっと崩れました。伊藤がトップへ出ましたね。そうですね、17.5 キロ付近で伊藤がスパートしまして、みるみる、有田を引き離していきました。4番が有田、その後ろがこれは一般の選手ですね。後ろに有田がおりますが、伊藤が頑張りましてトップへ出ました。この放送は20キロロードレース実況生中継でお送りしています。先週息子は私の大事な釣り竿を一本ダメにした。そういうわけで今週私の車はいつもピカピカだ。お父さんが選んだ僕んちの車、新型三菱トレディア 4WD-GX も新登場。明星メンズクラブはおいしいクラブです。いい麺いろいろ今食べ頃。明星メンズクラブ新発売。奥さん、パイプの詰まり、匂いの元はここほら。そこでパイプジャバ、初めてのスプレー式パイプジャバならスプレー5秒、ミクロの泡が隠れた油泥を隅々まで剥がし取ります。匂いが消えたわ。スプレー5秒のパイプ洗浄、パイプジャバジョンソンです。おじさん、あったらしいとご覧のように明星チャルメラタンメン新発売。伊藤がリードを奪いましてトップに立ちました。後任の男子選手グループ37番伊藤です。宇都宮さん、かなり離れましたか。完全にもう50メートル以上差がつきました。2位には4番の有田です。その後ろに青戸選手が頑張っているようですね。現在田辺通り上りですね。現在上りです。最後の上りにかかっております。田辺通りを現在は北へ向かっている先頭の伊藤です。一番道路沿いです。歩道沿いを走っております。現在トップに立っている伊藤です。愛知県警の、おまわりさんです。ここがプールの入り口です。ここで左折すると下りになりましてソーダ橋を渡ります。もう瑞穂グラウンドは目と鼻の先です。最後の頑張りどころに差し掛かろうとしております長身の伊藤です。おととい
全国の警察の駅伝大会で走ったばかり、中1日で今日また20キロを走り抜きまして、堂々とトップに立っている37番の伊藤です。早稲田大学の出身で、瀬古選手の後輩、箱根駅伝でも大活躍をいたしました。練習量がどうかなと、長い距離はどうかなというふうな声もありましたが、堂々とトップ、やはり実力のあるところを見せております。あんまり苦しそうでもないですね。そうですね、もうこのままゴールは間違いございませんですね。一昨日の駅伝では今一歩ということを聞いていましたけど、今日は会心のレースですね、伊藤選手は。上り下り、最後の上り下りに来ましてからスパートをしました伊藤がトップに立ちました。もう瑞穂の陸上競技場、あるいはまた野球場といったものが見えている、伊藤の目には見えているはずであります。市営プールの前を通過いたします。野球場の前を通過、この辺りがちょうど19キロ、あと1キロです。あと1キロ地点を今伊藤が通過いたしました。その後ろから青戸、有田といったところが追っているようですが、ちょっと届きそうもありません。宇都宮さん、だいぶ差がつきましたか。今ようやくあと1キロ地点まで2、300メートルぐらいになりましたね。3位には97番の石川選手がつけています。で石川が今有田を抜こうというところですね。今抜きました。約25秒差がついています、トップと。そうですか、はい、完全に伊藤が独走態勢を作りました。あと1キロ地点、一般の選手の方も続々と通過をしていきます。10分前にスタートした選手なんですが、伊藤はそれを完全に抜き去っているわけです。なおすでに車椅子の石川さんが一般のトップでゴールインしておりますが、石川さんは1時間5分ぐらいのタイムでゴールインをしております。トップを行きますのが37番の伊藤です。ここでまた豊岡通りへ入りますから、もうあと500メートルちょっとというところでしょうか。豊岡通りへ再び戻ってまいりまして、河原橋を渡ります。そうするとすぐマラソンゲート、まもなく伊藤が南門からグラウンドに姿を現そうとしております。グラウンドに姿を見せますと、あと400ということになるわけです。落ち着いた足取りです。ちらっと後ろを振り向きました。後ろは見えないでしょう、おそらく。そうですね。途中からのスパート、見事なレース運びを見せまして、独走態勢を最後で作ろうとしております伊藤です。2番中国選手もこの辺りまで来ております。もうあと1キロというところまで来ております。2番の張選手の方ですね。張選手の方が先に来ているようです。37番の伊藤が瑞穂公園陸上競技場に戻ってまいりました。第1コーナーから第2コーナーに突っ張っております。まだその後後任の選手の方、後の姿が見えておりません。マラソンゲートの方、伊藤が見やりましたが、あとは全く見えません。タイムがどのくらいになりましょうか。1時間3分40秒ぐらいになりますかね。しかし大体目標、各選手は3分台出したいということを言ってましたから、2人揃ってるんですね。中国選手は2人揃っているという情報が入りました。1番と2番2人の選手が、中国選手ですが、ぴったりと揃って瑞穂競技場を目指しているそうです。37番の伊藤が第4コーナーを回りまして直線、一番内側を走りまして、間もなくゴールインです。3分40秒になるかどうかというところです。長身の伊藤、あと10メートル、今ゴールインしました。40秒から41秒ぐらい、手元の時計ではそういったところです。伊藤が堂々と優勝を飾りました。愛知県警37番の伊藤が優勝です。続いて第2位の選手が間もなくゴールインしようとしておりますが、中国選手も今豊岡通りの方へ曲がり込んだところです。
今第2位の選手がゴールインしました。97番の石川、それからその後に有田が今入りましたか、3位で。一般の選手にも混じりまして、公認の選手、男子、女子、中国選手がやはり圧倒的に強くて、先頭、女子の方の先頭には立っておりますが、続々とゴールを目指しております。瑞穂陸上競技場を目指して最後の立走を続けております。2人の女子選手の走りが注目されましたが、この2人の選手も男子選手よりも5分前にスタートをしてさほど遅れていませんから、タイム的にはかなりいいところを出してるんじゃないでしょうか。そうですね。今スタートしまして1時間10分経ってますね。陳選手が今入りました。1番の中国の陳選手が今グラウンドを走っています。その後ろちょっと離されましたが、張選手も追っています。張成敗選手、陳成敗選手、陳明、中国読みではそういうことになりますが、日本語読みでお伝えをしてまいります。陳成敗選手、女子の方のトップです。タイム的にはやはり10分を超えてしまいました。そういえば竹内先生、このお二人の面倒を見てらっしゃいますが、9分台を狙わせるというのが確かレース前のお話だったですね。そうですね、ちょっと気温が高くなりましたですね。長身の陳選手、なかなかストライドがよく伸びています。今ゴールインしました。女子のトップで陳選手が入りました。続いて張選手、やはりこの2人の女子選手、圧倒的な力を持っているというふうに言われましたが、女子の方ではその前評判通りの力を十分に見せました。次から次へともう一般の選手も入り混じってゴールをしてまいりますので、こちらの方ももうとても確認ができない状態になっているんですが、伊藤選手が堂々と優勝をいたしまして、この辺りは、予想通りといいますかね、本当に本来持っているはずの力を十分に今日は発揮したということが言えましょう。37番の伊藤選手が優勝したわけですが、インタビューができますでしょうか。後藤さん、はい、お願いします。公認の優勝なさいました伊藤選手です。おめでとうございます。まだ呼吸が整ってありませんがね、今日あったかかったんですがいかがでした？そうですね、走る前からちょっと暑いんで前半抑えていこうと思って、ちょうどいいペースでレース進んだもんですから。どのあたりが勝利のポイントですか？そうですね、最後改ま過ぎたあたりから上りが2箇所か3箇所あるんですけど、かなりスタミナ残ったもんですから、ちょっと上り坂で勝負かけてみようと思いまして、その通りそこが勝利のポイントだったわけですね。あと今日は一般の選手が前に走ってらっしゃいましたよね。そうですね、むしろどんどん目標ができますんで走りやすかったですね。帰って本当におめでとうございました。伊藤選手はね、瀬古選手の後輩ということなんですよね、この報告をいたしますか？いや、もうタイムがあんまり良くないんです。後藤さん、タイム分かりますでしょうか？タイムがね、1時間3分40秒、手元の時計で、3分40秒という記録だそうですが、暑さと今の自分の状態からしたら満足できるタイムです。満足のタイムですか？本当におめでとうございました。汗拭いてください。ありがとうございました。おめでとうございました。優勝した伊藤正弘選手のインタビュー、野畑直子さんでした。1時間3分40秒、これやはり公式掲示だそうです。中尾さん、いかがですか、このタイムは。ですからもう少し気温が涼しければですね、1時間3分の壁、2分台いったと思いますけども、今日の気温ですとやはりですね、やむを得ないと思いますね。
もっとも昨日から今朝にかけて雨降ってましてね、それが心配されたくらいですから、そこまで言うのは贅沢かもしれませんね。そうですね、もう贅沢ですね。特に今走ってらっしゃる一般の方々にとりましては、今日は寒くなくて雨も降らず本当に助かって見えると思いますね。本当に気持ちよく走られたんじゃないでしょうかね。そうだと思います。なお2人の中国の女子選手ですが、勝ちました陳選手が1時間11分23秒ぐらいというタイムだそうです。野本さん、インタビューできますか？お願いします。お二人揃いでございます。9分に謝謝おめでとうございます。陳選手です。タイムが後藤さん何分ですか？1時間11分23秒。1時間11分23秒というタイムいかがですか？13秒。1時間20？後藤さんもう一度お願いします。11分23秒。23秒です。いかがですか？这边一出去就感觉沉的要死，就沉啊。那跑这个成绩还感到还蛮满意的。本当おめでとうございます。おめでとうございます。9分に。これは満意。タイムには満足してらっしゃらないということですけど、お二人中国の選手でした。どうもおめでとうございました。9分に。にわか仕込みが中国語でインタビューをしてくれましたが、タイムに満足してない。これお二人の面倒を見てらっしゃる愛兄弟の竹内先生がおっしゃってましたが、とにかく2人のこの練習への態度というのはもう日本人選手とは桁外れにすごいということをおっしゃってたんですが、プレッシャーに負けてはならないというようなこともありましょうしね、大変なんでしょうね。そうですね。それともやはり20キロ走るのは初めてなんですね。しかも下がロードということでですね、おそらくそういうものもあったと思いますし、気候の問題もあったと思いますけれども、決して悪いタイムじゃないんですよ。1時間11分というのはですね、マラソンに挑戦します。これからやはりまだまだ楽しみの選手だと思います。5年後の北京のアジア大会では、中国のマラソンの選手としてはおそらく活躍する選手に成長すると思いますね。その足がかりとして今日の20キロ初めて長い距離に挑戦しまして、おそらく彼女らにとりましてもいい思い出を作ったと思いますね。タイムにはご本人はちょっと満足はしてないようですが、しかし今日の経験がおそらく将来きっと生かされることでしょう。それにしても1万人を超える大勢の人が走りました名古屋のこのメインストリート。本当に一日楽しい放送を私たちもさせていただきました。今後もご一緒に、来年もまたご一緒に走る機会を作りたいと思います。今日のお話は中尾隆之さんでございました。熱い風のように走り去ったのは誰だ。クオリティバランスシグマ。ギャラン300万台生産達成を記念してイグゼ新登場。覚えていますか、あの道を歩いていますか。お元気ですか、あの人と握手だね。クエの元気なご挨拶、日清サラダ油セット。彼は踊りの建築家、コリオグラファーダナ・ランダース。ノーライバル。彼は言った。走ってる男のミラージュ。Sparkling Now Car Plaza。いい街、いい人、いい車、MMC 三菱自動車。ライフフォークマークでお元気に、日清サラダ油。日興証券、ジョンソンと
ご覧の各社の提供でお送りしました。ダイアンこの番組はご覧の各社の提供でお送りします。こんばんは。こんばんは。岸吉弘です。今日の東海地方ですが、各地とも爽やかに晴れ上がりまして、絶好の行楽日和となりましたが、名古屋の市街地を駆け抜けます第1回の名古屋シティマラソン、こちらには1万人余りの市民が参加いたしまして、文字通り爽やかないい汗を流しました。ウキウキして一生懸命走るでしょ、もうなんか弾んじゃってね、じゃあ私も一緒にちょっと走る。名古屋市や CBC、中日新聞などが開いた第1回名古屋シティマラソンは、午前中4キロと10キロの2つのコースに分かれ、市民ジョギング大会が行われました。参加者は小学生からお年寄りまでおよそ1万人。昨夜からの雨も上がり、暖かな日差しの中、思い思いのスタイルでジョギングを楽しみました。この後午後からは20キロの公認コースを使った男女のロードレースが行われました。このうち女子の部には中国から愛知教育大学に長距離レースの指導を受けるためにやってきています陳清梅、また小雄鵬の2人の選手を含む13人が出場。瑞穂陸上競技場をスタートしました。また男子の公認レースには全国各地からの参加者も含めて93人が出場。女子から5分遅れでスタートしました。今日の名古屋地方は風もなく、日中の最高気温が 19.4 度まで上がる絶好のレース日和となり、各選手が沿道の市民の声援を受けながら自己ベストを目指して力走しました。昔のにぎわいにまではまだ戻っていないようですが、しかし大須の町にもだんだんと。そして男子の公認レースでは、愛知県警中警察署の警察官伊藤正弘選手24歳が18キロ付近から抜け出して、そのままトップでゴールイン。また女子では中国の2人の選手が終始先頭に立ち、陳清梅選手がテープを切りました。ジョギングとロードレースを組み合わせたこの大会、記録を目指す人、また完走を目指す人、それぞれにいい汗を流したようです。しかも